たまらなく会いたくて、僕の気はせぐ。心だけが先に行き、追いつかない足を恨む。今日は行かないと言っていたのに、突然の訪問は喜んでくれるかな。そんなことを考えながら、ようやくたどり着いた。彼女の部屋の呼び鈴を押した。こんばんは。来ちゃった。彼女はちょっと待っててと。あれ？なんで待たされてるんだろう。もしかして来てはいけないタイミングだったんだろうか。ふと心に影がさす。数分後に扉が開く。部屋片付けてた？僕は胸をなで下ろした。僕が連絡もなしに来たからだ。次からはちゃんと連絡しよう。ごめん。ねえ、合鍵作ってくれてもいいんだよ。前から合鍵の話は出ていたけど、なんとなくはぐらかされていた。それも僕の中ではくすぶっていることだったが、気にしてない素振りで僕はいる。僕は彼女を後ろから強く抱きしめる。そして激しく唇を重ねる。そんな僕に彼女は怪訝そうにどうしたのか尋ねる。そう、僕のこのモヤモヤの理由は、1ヶ月前、彼女の部署に中途採用で一人入社してきた。最初は気にも留めていなかったが、自分の部署の女子さえも噂をし始め、さらに彼女の大学の同期だということが分かり、気になり始め、顔を見に行った。イケメンで、いかにもできるやつ。そういう雰囲気を身にまとっていた。そして会社の社運をかけた一大プロジェクトの一員に抜擢され、そのプロジェクトですでに動いていた。彼女に近づくことになる。僕はいても立ってもいられなかった。そんな時に僕の部署にもプロジェクトの話が来た。これを逃す手はないと真っ先に希望した。今日のプロジェクト会議では、当然ながら同じ部署の2人は隣同士の席に座り、僕は向かいのかなり離れた席に座る。会議中も2人は資料を見ながら耳打ちをしている。仕事だから仕方ない。そう僕は邪念を振り払おうとしたが、それは無駄な努力だった。彼女はそれを気にしすぎだという。そうだろうか。彼女がそうであっても、あいつはどうしても彼女を手放したくなくて、彼女の首にキスマークをつける。僕のものだ。誰にも渡したくない。いつもなら表に出さない感情を出しすぎている僕に、彼女は何があったと聞いてくる。僕に異変があることには気づいてくれているが、なんとも鈍感な彼女が愛おしくも恨めしくも感じる。僕は先週偶然にも聞いてしまった話があった。中途採用の彼女の大学の同期の
できるくんの話だ。あいつは大学の時、彼女のことを好きだった。半年前、大学の同期の飲み会に行くことがあった。思い返せば、確かに彼女はそれに出かけていた。そこで再会したあいつは気持ちが再燃し、もっと近づきたいと、もともと辞める予定だった当時の会社を辞め、ちょうどタイミングよく中途採用を募集していたうちの会社に入ってきた。プロジェクトに抜擢されたことは偶然だったんだろう。トントン拍子で近づくことになったのだ。彼女と距離を一気に縮め、いい感じになってきたと感じたのか、告白のタイミングを見計らっていると。その話の中では僕の話も出てきていた。8個下の男より同期だろうと自信満々に。彼女にとってみれば、僕との時間よりあいつとの時間の方が断然長い。僕の知らない彼女のことをあいつは知っている。そして僕は彼女より8個も年下だ。あいつと比べればガキにしか見えない。僕は絶望感に苛まれ、その場を後にした。そこにあの会議である。会議中、あいつと目が合った。鼻で笑われた。優越感たっぷりに。思わず目をそらした。邪念を取り払おうにも土台無理な話だった。せっかく今日来ると聞いてくれたのに、その光景がちらついて、今日は行かないと彼女に言ってしまったことを心から後悔した。行かないことでより苦しくなり、そして今ここにいる。この話の最後には、どこにも行かないで、僕のそばにいて、僕を一人にしないで、別れたくないんだ。そんな弱音を吐いていた。こんなガキみたいなセリフ言うつもりもなかったのに、もう気持ちを止められなかった。彼女は僕を抱きしめた。最初は優しく、そして強く。彼女はいつもの優しい口調で、好きなのは僕だけと。そして一人で勝手な妄想しないでと怒られる。ごめん、自分勝手な気持ちを押し付けて。大好きだよ。僕たちは激しく唇を重ねた。僕たちは唇を離し、互いを見つめ合う。すると彼女が僕から離れ、何かを持ってきた。開けてみて。僕は渡された袋を開けてみる。そこには鍵があった。それはこの部屋の合鍵。1週間後の僕の誕生日のために作ってくれたのだ。嬉しくて何度もキスをして何度も抱きしめる。1週間後には一つ年が近づく。喜びもつかの間、その1ヶ月後にはまた元に戻る。
プロジェクト準備もまだまだ続くけど、そんなことどうでもいいや。そうプレゼントの合鍵と笑顔の彼女を見つめながら思う。